おはようございます。ツーリング6日目の朝、西横辺町キャンプ場の朝ですね。今日は天気予報では午後から下り坂ですね。雨になる予定。街の中のキャンプ場なんですけど、とても静かで快適でした。昨日セイコマで仕入れたお弁当をスキレットで温めていただきます。目の前がね、この小さなスキー場があったり、北海道の街のキャンプ場ってすごいですね。北海道ツーリング6日目、今日は富良野を目指します。パッチワークの風景に感動しました。ラストのおまけ動画必ず見てってくださいね。はい、キャンプ場を撤収してね、出発しました。9時半ですね。ちょっと疲れも溜まってきて、だんだん遅くなってます。数えてみるとちょうど行程の中日になるんですね。今日はね、こちら元上横辺駅の駅舎を利用した上横辺鉄道資料館ですね。キハ27が展示されてます。いい感じですね。ラッセル車も連結されたりしていて、当時の面影を残してます。なんとここも昔はライダーハウス、このようにね、畳が敷かれてたんですけど、今は閉鎖されてます。残念でした。はい、こちらすぐそばのね、横辺町の道の駅カム、花の夢と書いてカムですね。フラワーパークがあったり、美味しいソフトクリームで有名なんですけど、まだ10時前でね、開いてなかったんです。残念ですね。はい、こちら名寄川ですね。釣りをやる人にとっては結構有名な川、いろんなね、素晴らしいシャゲとかね、釣れちゃって熊も出るそうでね。今日は富良野を目指すわけですが、あえてですね、遠回りの名寄経由で行こうと思ってます。田舎道を走ります。私の母方の親戚が名寄、旭川、札幌、函館といた関係でね、名寄は幼少の頃よく遊びに来ました。夏も冬もね、そんな関係で懐かしい場所なんですよね。名寄を目指して今走ってるとこです。こういう内陸の田園風景っていうのがまたいいですね。とっても癒される回送路です。はい、名寄の町に入ってきました。今見るとね、随分綺麗だなって思うんですけど、昔もっと寂れた寒い感じのイメージだったんですけどね、今はもうなんて言うんでしょう、建物も綺麗になってますね。はい、名寄を過ぎて次旭川を目指して走ってます。はい、ここで私ちょっと反省、そして皆さんへのコミットメントをしたいと思ってます。視聴者様からいろいろなコメントをいただいて、いつもとても感謝してますし、励みになってます。特に前回の75歳や85歳の大先輩のライダーさんやご夫婦との出会いのお話についてはいろいろと励みになるご意見をいただきました。とっても嬉しかったですし、前向きになれたなと思ってます。一方で私がいつもですね、もう感動していつ行っちゃってもいいとか、いつぽっくり行ってもいいんだ、発言をしてます。これってね、命を粗末にしている発言ですよね。命をもっと大切にしなければなりませんよというね、お叱りを受けました。はい、生きていくのにね、大変な方、健康上の理由でね、必死な方っていうのも世の中には大勢いらっしゃる中で、そういう命を粗末にするような発言っていうのは不謹慎だよってことですよね。健康で生きていけることのありがたみっていうのをかみしめて、そういう命を粗末にするようなことのないようにね、前向きに明るく生きていかなければなって思ってますんで、今後はね、注意したいと思ってます。いろんなありがたいご意見やコメント、本当に感謝してます。途中で入ったガソリンスタンドのお兄さんに、旭川のね、街、幹線を通るんじゃなくて一本それた脇道を走るととってもいいですよってね、アドバイスもらって脇道を走ってます。ちょうどね、旭川空港の脇を通って
田舎道をねのんびり走ってます。すごい癒されますね。もうすぐ目指している美瑛富良野の素晴らしい景観のエリアに入ります。はい、いよいよ美瑛の素晴らしい景観のエリアに近づいてきました。私今まで北海道に3回ツーリングに来てるんですけど、この素晴らしい北の大地の景色一度も見てないんですよね。つまり、富良野から旭川の間をただ幹線道路を走り抜けていただけ、北海道のその素晴らしさを何も見ることなく感じることもなく移動してただけだったんだなって今になってわかります。一つ前の動画でも話しましたけど、若い頃の私っていうのは北海道の要所要所の大きな町を幹線の道路で結んで、点と点をただ幹線道路で結んで、そこを速いスピードで走り切って北海道をぐるりと一周して、何かそれだけで達成感、満足してたんですよね。でもそれって北海道を見てるわけじゃないですよね。北海道を感じてるわけでもない。今こうやって年取ってみて、ゆっくりね、スピードのあまり出ないクロスカブでのんびり走って、この北の大地を本当に体で感じられてるなってつくづく実感できてます。この美瑛のこの緩やかな穏やかなこの丘にはいろんな名前のついた木が点在してます。マイルドセブンの木とかセブンスターの木とかケントメリーの木とか親子の木とかね、たくさんの名前のついている有名な風景が点在しているんですけど、株じいさんはどの木がどれかはあんまり気にしてません。この美瑛のねこの景色をねどう眺めてどこをどう感じるかは人それぞれですしね。本当その素朴な美しさ、自然の素晴らしさをね自分流に感じればいいわけですし、例え名のない特に映えることもないような風景でもねそれが愛おしく感じたりします。今は夏が終わって秋に入るところなんですけど、こうやってね走りながら春夏秋冬それぞれの四季のね素晴らしいこの風景を眺めてみたいなってつくづく思いました。私思うんですけど、やはりここね大きいバイクでねさーっと走り抜けちゃうと、なんでしょう、何気ない素朴な風景にこう感動したり、その良さにちょっとハッとこう息を飲んだり目が釘付けになったり、そういう感動っていうのはなかなか得られないかもしれないなって思います。ゆっくりのんびりなカブで走ってるから分かる世界っていうのがやっぱありますよね。でこれがもっとゆっくりな自転車だったらなおさら、ましてそれがね徒歩ハイキングで歩いてるとしたらよりこう感じるものが大きいんだろうなって思いますね。カブじいさんもね自転車での旅行には憧れはあるんですけど、これは体力との相談ですよね。もう年取って膝も痛くなりだしてますしね、なかなか、難しい選択ですね。株がいいところかなって思ってます。今回のツーリングですね、長期の天気予報ではこの工程のちょうど真ん中ら辺ですね、雨の予報だったんですよね。でもこうやって今日まで一度も降られることもなく来てましてね、この素晴らしい景色、やはり晴れてるか雨だかでですね、ちょっとだいぶ印象も異なるでしょうし、雨の降らのも美瑛もねも
ちろんいいとは思うんですけど、やはりねこうやってバイクですので晴れていて本当ラッキーだなって思います。はい、今この目の前左手の並木ですね、いいですね。この木の並木は何か名前がついてるのか私わからないですけど、すごいいいですよね。最高です。このポツンとある木も最高。この目の前に広がるこの素晴らしい景色ですね。目に心に焼き付けているところです。ほんと北海道まで来てよかったなって思いますね。あと北海道にはいろんな場所にこういう風に一直線にまっすぐ伸びていて、アップダウンを伴ったね、よく言われるジェットコースターロードなんてよく言われる道がいろんなところにありますけど、ここもそうですね。これ幹線道路ではこういうのは見れないんですよね。細くてね、一直線でね、最高ですよね。今ね美瑛町を過ぎていよいよね富良野の方へ近づいてるとこです。ここもねあえて裏道を走るようにしてね、田舎ののどかな風景やね自然を感じれる場所を走ってます。先ほど幹線道路をひた走りに速く走ってると大切なものが見えないかもしれないってお話ししましたけど、今思うに人生も同じかなって今感じてますね。ただひたすらね大きな目標だけを目指して突き進んでいると、ちょっとした大切なことを見失ったりすることありそうですよね。人生って長距離のツーリングと瓜二つかもしれませんね。はい、先ほどまで青空が見えてたんですけど、いよいよね空一面雲で覆われてきました。左手の上ですね、これ雲前線だと思うんですね。もうすぐ雨が降るのかなって感じです。はい、これね富良野の町へ入ってきました。もうすぐね富良野の駅です。いやここも懐かしいですね。だいぶ綺麗にね整備されてますね。もう36年以上前のことなんで記憶が定かではないですけど、駅前こんなに広い駐車場あったかな、覚えてないですね。土砂降りの中確かここへ着いて駅舎の軒下で寝袋で寝た記憶がありますね。すごい懐かしい場所です。いやー36年前軒下で寝ていた若造がね今日はなんとペンションに泊まりますからね、我ながら成長したなって思いますね。もう一箇所富良野の駅からほど近い場所に池のある公園がありまして、そこも北海道ツーリング過去に来た時ね泊まった思い出がありまして、その公園ね来てみました。ここでテント張って寝た記憶があります。今は多分ねここで寝泊まりキャンプなんかねしちゃいけないんですけどね、多分当時は自由だったかなと思います。タカポンさんと相談した中でですね、長期の天気予報でこのタイミングが雨予報だったことと、中日相当疲れも溜まってるだろうってことでね、疲れをリセットする意味でもお宿に泊まるのはこのタイミングがいいということで、たまたまなんですけれどもこの富良野にですね私の古い友人がペンションをやってまして、前からいつか泊まりたいなと思ってたんですけど、まさにちょうどいいタイミングなんで利用させてもらうことにしました。とっても楽しみです。はい、富良野の友人のペンションに着きました。
まともな動画を撮れてませんでしたので、この友人のペンションのねホームページの映像をお借りしてます。この友人ご夫婦はもともと千葉県に住んでいたんですけれども、富良野へ遊びに来てスキーですとかねレジャーをする中で富良野に魅せられてしまって、なんと富良野に移住して、そしてペンションを開いているんですね。富良野の駅からそう遠くない富良野スキー場の手前のね静かな森の中にあるペンションです。こんばんは。こうやってあったかい美味しいごちそうをいただいてます。今日まで連日外でね野営をしてきましたのでね、こうやって温かいアットホームな雰囲気の中で美味しい温かいお料理を食べれること、本当に幸せを感じますね。このペンションオーナーの友人と再会したのはもうかれこれ30年ぶりぐらいだと思うんですよね。最後にいつ会ったかも覚えてないくらいな時間が経過してますので、その間のいろいろなよもやま話で盛り上がりましたね。この北の大地富良野に魅せられてね、もう心を奪われてついには移住してしまったというその人生、すごいなーってつくづく感心させられましたね。夜になりまして、外はね雨が降り出しました。今日ペンション泊を選んでね大正解でしたね。はい、ふかふかのベッドでおやすみなさい。はい、ここからおまけ、次回予告編です。はい、富良野の朝です。一晩明けてなんと雨が上がって快晴です。大雪山のふもとの展望エリアを目指して走ります。大雪山系を見渡す展望台に来ました。ちょっと名の知れたグルメを堪能します。あまりにも美しい池の色に息を飲みます。のどかな富良野の風景に癒されます。はい、待ちに待ったジンギスカンいただきます。焚き火の炎を見ながら人生を思います。はい、今回の美瑛富良野編いかがだったでしょうか。チャンネル登録に高評価、そして皆さんのコメントお待ちしてます。